皆さんこんにちは。藪デッサン講座の藪下です。今日は基本形態の一つである円柱の代用として紙コップを書きます。第2回目の課題は円柱なのですが、なかなか白い円柱は手に入りませんので、この講座では紙コップをモチーフとします。立方体と円柱と球体はデッサンの基本形態になります。円柱形のものは私たちの身の回りにたくさんありますし、円柱の陰影による明暗のでき方は様々なモチーフの明暗表現に応用できますから、今日もしっかり習得してください。今回のテーマは2つあります。1、一点透視法による高さの違う楕円の描き方。2、反射光を伴った円柱の明暗の理解と描き方。まずデッサンをする前に紙コップを手に取って改めて観察してみてください。飲み口の上の円と下の円の大きさの違いであるとか、飲み口のところのコロンと丸くなっている丸い形がどのように紙が曲げられているのか、また重さや手触りなんかも確かめてみてください。形や構造などを理解しておく方が確実に良いデッサンが描けると思います。今回は円柱の代わりに紙コップを使いますが、陰影による明暗を分かりやすくするために、胴体部分の紙の継ぎ目や底の部分の折り返しによる明暗の変化は無視して書きます。なお、準備編4の一点透視法による円柱の書き方をまだ見ていない方は、概要欄に書いておきますから、そちらを先に見ておいてください。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。それでは紙コップのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、肩から動かすつもりでスピーディーな線を描きます。筆圧を抑えて薄く描いてください。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。実際のモチーフより小さくならないように、少し大きいくらいがいいです。藪下のデッサンと同じぐらいの大きさで描いてみてください。モチーフが一つですから、影のできる側の空間を反対側よりも広く取ります。このデッサンでは、右側の空間を左側よりも広く取っています。また、上下の空間では、下側の空間を上側の空間よりも広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えて、紙コップの位置を決めます。それでは、形を描いていきましょう。描く大きさと大体の位置が決まったら、紙コップの中心を通る中心線を描きます。中心線は垂直線で、画用紙の左右の縁と平行です。腕は大きく肩から動かすつもりで素早い線を描きます。この中心線の垂直が狂ってしまうと、紙コップが傾いたように不安定に見えますので、この中心線の垂直はしっかり出しておきます。次に紙コップの上下の高さを決めます。次に飲み口の楕円の横方向の幅を決め、この楕円から描いていきます。飲み口の楕円の横幅に対して縦の高さを決めます。感覚的に高さを決めても構いませんし、測り棒で横幅と高さの割合を出しても構いません。次に楕円の横方向の中心線を描きます。この中心線は水平線で、画用紙の上下の縁と平行です。三角印、丸印が同じ長さになっているかを確認します。これで楕円を描くための4つの内接点ができました。飲み口の楕円を描きます。中心線に対して対称になるように上下左右から丸めます。描きやすいように画用紙を
横や斜めに動かしても構いません。間をつなぐように形を整えながら楕円を描きます。楕円が描けたら内側に少し小さな楕円を描きます。紙コップの飲み口のコロンとした丸い部分です。実物よりも 1.5 倍ぐらい太く描いておいてください。この二重の楕円はドーナツのように同じ幅ではなく、奥の幅がかなり小さくなっています。次に紙コップの側面の輪郭線を描きます。側面の輪郭線は飲み口の丸みが邪魔をして出発点が見えませんが、どこから側線が始まっているのかを推測します。最初は目で見たままの感覚で線を引き、次に測り棒で傾斜を確認します。側面の輪郭線の傾きが中心線に対して左右対称になっていることを確かめます。底の楕円を描きますが、飲み口の楕円より底の楕円の方がより円に近い形になります。一点通しによる楕円の約束を思い出してください。底の楕円の水平方向の中心線を引き、飲み口の楕円と同じ要領で描きます。これで形は完成です。形からはみ出している線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くしておきます。最後に消しゴムや練りゴムの消しカスを跳ねぼうきで払っておきます。紙コップの明暗を書いていきます。使用する鉛筆は、明るいところは H から 3H、中間の色のところは H から B、暗いところは B から 3B、反射光のところは H から B を目安に薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきます。形が描けたら紙コップの明暗を描いていきますが、どこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。次に紙コップのどこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。光が当たった紙コップの明暗を図式化するとこのようになります。光は左斜め上からやってきます。光の当たっている一番明るい面、その外側の中間の明るさの面、光の届かない暗い面、この暗い面の中に一番暗いところがあります。光源から出る光は周囲のものに跳ね返り、明るい側からだけではなく暗い側からもやってきますから、影側の面には反射光が当たり、ぼーっと明るくなります。反射光は台紙に当たって跳ね返り、紙コップの下の方にも当たります。一番暗いのは飲み口のコロンとした丸みのところですが、まず胴体の一番暗いところから描いていきます。また色ムラが出ないようにできるだけ長い直線を引きます。線は素早く引き、往復させないように一方通行の線で描きます。紙コップの内側の暗いところも描いていきます。デッサンでは形に沿う方向の線で描くと形を表現しやすいです。形に沿う線とはモチーフの中心軸に対して水平面、垂直面で切断した時の切り口の線のことが多いです。しかし縦横の線だけではデッサンが単調になりがちなので、いろいろな方向の線も使います。横方向の曲線はこのように左右と真ん中の3つに分けて描きます。両端の線は向こう側に回り込むように描いてください。線が描きやすいように
画用紙の向きを横や斜めにしても構いません。胴体の影側の輪郭線付近や紙コップの台紙に近いところのぼーっと明るい反射光もしっかり観察してください。分かりにくいときは紙コップの後ろに何か暗い色のものを置くと反射光ははっきり見えます。台紙に当たった光も跳ね返って反射光となり、紙コップは台紙に近いほど下ほど明るくなります。飲み口の丸い形の下向きの面にも反射光が当たります。大まかな明暗を知りたいときは目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めてみてください。飲み口のコロンとした小さな丸い形も同時に描いていきます。紙コップと台紙の接するところに濃い影、接地面の影ができます。その影を先の尖った B の鉛筆で強めに描きます。この接地面の影を描くことで紙コップと台紙の区別がはっきりして紙コップのものとしての存在感が強まります。接地面の影は手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くなるように描きます。台紙上にできる紙コップの影も遅れないように水平方向の線を多用して描き始めます。自分に近いところほど強くはっきり描き、遠ざかるにつれて弱くぼーっと描きます。そうすることで前後の距離感や空間が表現できます。ここで大事なこととして、デッサンは全体を同じ完成度で描き進めます。仮に完成度 30% なら、明るい面も中間の面も暗い面も台紙上の影も全部 30% かけていないといけません。そうすることでモチーフとそれが置かれている台紙、モチーフの周りの空間も同時に意識できるようになります。ただし一番強く描くところ、一番自分の方に出っ張っているところや一番暗いところ、一番色の濃いところは他の部分よりデッサンが多少先に進んでいても構いません。鉛筆を動かしている時でも頭を動かさずに目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に確認してください。描くことに夢中になってはいけませんよ。見ることに夢中になることです。内側の壁の暗いところも遅れないように丸みに沿ったタッチを入れて描いていきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして明暗をしっかり確認してからデッサンを再開します。飲み口のコロンとした丸みのところも小さなところですが断面形状を描き加えています。縦横のタッチだけでは
単調になりがちですので、明暗のつながりに沿って斜め方向のタッチも加えています。台紙上にできる影の明暗の変化にも注意してください。影を描くときのポイントは、影を描写することで台紙の平面的に広がる平らな形を描くつもりで描きます。飲み口のコロンとした丸さは小さいですが、横向きの円筒形ですから、光が当たっている上の面、影になっている正面向きの面、そして反射光の当たっている下向きの面の3つの面を描き分けてください。台紙上にできる影の明暗の変化にも注意して描き進めてください。同じ濃さであれば手前ほど濃く、遠ざかるにつれて少し薄く描くことで奥行きの空間を表現します。紙を当ててはみ出ている線を消しています。消しゴムや練りゴムを使って明るいところをしっかり明るくしています。消しゴムを使った後は形や明暗を書き加えて整えておきます。全体の明暗の微調整を繰り返しながら完成に向かいます。練りゴムを平たく尖らして撫でるように明るくなるまで何度も消していきます。底を平らにした練りゴムを濃くなったところに軽く押し当てて明るくします。全体の明暗、紙コップの各面、接地面の影、台紙上の影に注意して書き進め完成させます。
はい、皆さんいかがでしたか？今日は第2回目の課題として基本形態である円柱の代わりに紙コップのデッサンをしました。今回のテーマは2つです。1、一点透視による高さの違う楕円の描き方。2、反射光を伴った円柱の明暗の理解と描き方。円柱は立方体、球体と並んでデッサンでは基本形態です。この3つの基本形態の形の描き方や明暗の描き方を理解することは後々のデッサンで大いに役に立ちますから、しっかり理解しておいてください。次回の第3回は球体のデッサンをします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。